仕事が忙しくてリアル3時間睡眠の毎日です。3時間はかなりやばいわよ。睡眠時間が5時間を下回ると、いろいろな健康リスクが一気に上昇するって研究でも明らかになっているのよ。例えば、心臓病や脳卒中のリスクが高まったり、糖尿病や肥満になりやすくなったりするとか。そんなに？ただ眠いだけかと思ってた。アメリカ、カリフォルニア大学の研究では、免疫力の低下と、風邪に4倍もかかりやすくなることが確認されているわ。いくらなんでも4倍は言い過ぎでしょ。大げさだって。健康隊の164人をホテルに集めて、点鼻薬を使って風邪ウイルスに感染させた結果なんだけどな。マジの話だったのか。休日に1杯寝だめするから問題ないのだ。多くの人がそう思ってるけど、残念ながら寝だめは根本的な解決にはならないんだ。例えるなら、借金を一時的に猶予してもらうだけで元本は減らないどころか利息が増えることもある。利息？どういうこと？寝だめをすると、普段短い睡眠で活動していた体のリズム、つまり体内時計が大きく狂ってしまうの。これが翌週の寝つきを悪くしたり、日中の眠気を引き起こしたりと、かえって調子を崩す原因になることが多いんだよ。実際にアメリカのコロラド大学で行われた実験でも、週末に寝だめをしたグループとそうでないグループを比較した結果、寝だめグループの方がインスリン感受性の低下など体への悪影響が多く見られたという報告もあるの。アメリカの研究ね。こちとら世界一睡眠時間の短いギネス国家ですけど、アメリカとは前提が違うんじゃないですか？世界一悲しいギネス記録ね。ベトナムには何十年も睡眠してない人いるし平気。世界に一人レベルのレアケースを提示して意味はあるの？そもそもあなたは日本人でしょ。今日からショートスリーパーになります。ショートスリーパーの定義である6時間未満を、あれ割と余裕じゃねって感じる不思議。偽のショートスリーパーにはなれるかもね。偽物ってなんだよ。誤解しているようだけど、本物のショートスリーパーは全人口の 1% 未満、もしかしたら 0.1% くらいしかいないのよ。本物は DEC2 遺伝子に変異があって、他の人よりも睡眠時間が短くても脳や体がしっかり休めているという特異体質なのよ。つまり遺伝子レベルで決まっている人のことなの。でもさ、ショートスリーパーになる方法とか見かけない？ショートスリーパーという言葉の一般的な定義が6時間未満睡眠というのもある種の事実だからじゃない？脳や体を騙しながら無理やり動かしている状態でいいなら、別に誰でもショートスリーパー名乗れるのかしらね。努力でなんとか本物になれない？知らないわよ。日本ショートスリーパー育成協会に聞いてみれば。日本って本当に何でもあるんだな。悪いことは言わないから、ちゃんと寝ておきなさい。起きたら仕事がそのまま残ってるという事実に耐えられないんだよ。ある種の病気ね。どうにか寝ないで済む方法ないの？基本的に睡眠は脳を持つ生物の宿命なのよ。クラゲでさえ原始的な睡眠っぽい休息をとるぐらいよ。クラゲには脳がないんですが。原始的な生物のクラゲでさえ睡眠は大事という意味よ。話を戻すと、人間は睡眠中に脳の中の莫大なデータを処理する必要があるの。処理しないと頭が爆発するわ。もちろん冗談だけど、それだけ眠らないでいるのは不可能というか危険ということよ。でもさ、ギネスだと何十日も寝ない人いるよね。3日ぐらいなら寝なくても大丈夫なんじゃないの？ギネスだとロバート・マクドナルドの 453.7 時間18日と21時間40分が最長ね。これは1997年の記録なんだけど、常識的に考えて断眠という行為が危険すぎるからギネスで記録を測ることは廃止されたわ。そりゃそうだろうな。3日徹夜の回答だけど、一般人が3日も起き続けて仕事ができる状態を保っていられるとは思わないわ。意識が朦朧で仕事どころじゃないか、というか危険すぎるか。その通り。だから睡眠を我慢するにしても、せいぜい軽い眠気覚ましにカフェインを飲むとか、短い仮眠をとるとか、そのレベルにしておくのが賢明よ。コーヒー苦手なんだよな。エスタロンモカみたいなカフェイン錠剤で代用する手もあるけど、どうでもいいけど、学生さんが錠剤を買う姿を見ると何とも言えない気持ちになるのよね。結局しばらくはこの極限生活を続けるしかないのか。いろんな事情があるのは理解できるから、すぐに絶対に7時間寝ろなんて無責任なことは言えないけど、短い睡眠時間でも質を上げる努力は絶対に必要だよ。質を上げる努力か。90分サイクルとか使うのはどう？
睡眠は90分サイクルでノンレム睡眠とレム睡眠を繰り返していて、このサイクルの区切りで起きるとスッキリするっていう話よく聞くよね。そうそう、それなら3時間とか4時間半でも効率よく眠れるかなって。実はあの90分サイクルというのはあくまで平均値というか理想的な状態での目安なのよね。しかもその話の元になった研究自体も今は必ずしも全ての人に当てはまるわけではないというのが通説ね。科学的根拠ないのかよ。根拠が全くないわけじゃないんだけど、個人差がすごく大きいの。その日の体調や活動量、年齢なんかでも睡眠のサイクルは変動するし、激しい運動をした人、一日中ゴロゴロしてた日では必要なノンレム睡眠の深さや長さが変わってくるからね。ぶっちゃけ個人差があるから自分のサイクルは自分で見つけるしかないと。まあそういうことね。だから短い時間しか寝られない時は変にサイクルを意識するよりシンプルに可能な限り長く寝る方が体には優しいはず。90分サイクルの3時間より何も考えずに4時間寝た方が得られる回復量はおそらく大きい。これは経験なんだけどね。90分サイクルの3時間より単純に4時間寝た方がそりゃいい気はするよね。根拠なしで申し訳ないから今日からでもすぐにできる睡眠の質を上げるためのコツをいくつか教えるね。科学的にも効果が確認されていることだから安心してね。そろそろ睡魔が限界だから短めでおなしゃす。まずベッドに入る90分前には40度前後の熱すぎないお風呂に15分程度浸かること。これで体の中心部の体温を一時的に上げて、その後体温が下がるタイミングで眠気が訪れやすくなるんだ。スムーズに眠りに入るための準備か。次に寝る60分前にはスマホやパソコン、テレビといった画面を見るのを避けること。質のいい睡眠を作るホルモン細胞メラトニンはブルーライトで抑制されてしまうことが分かっているの。寝室は音と光を完全にカットすることを目指そう。耳栓や遮光カーテンを活用するといいわね。実は寝ている時でも脳は外部の刺激に敏感で、無意識のうちに環境音や光に反応して睡眠が浅くなったり脳が覚醒してたりしているの。質の高い深い眠りのためには静かで真っ暗な環境がベストなんだね。あとアルコールは厳禁。寝酒をすると一時的に眠くなる気がするかもしれないけど、これは脳の機能を麻痺させているだけで睡眠の質はガクッと落ちる。特に夜中に目が覚めやすくなったり深いノンレム睡眠が減ったりするから少量でも避けた方がいいよ。なるほど。お風呂とスマホと環境とアルコールか。なんか寝るだけなのにいろいろ気にしないといけないんだな。このぐらいは質の良い睡眠を得るための基本的な投資だと思うといいわよ。しばらくは厳しい状況が続くかもしれないけど、これらの方法で少しでも睡眠の質を上げてなんとか乗り切ってほしいな。そしてもし仕事が落ち着くなど睡眠を確保できるタイミングが来たら一気に寝だめするんじゃなくて、普段より少し長めの6、7時間くらい寝るようにして睡眠負債を少しずつ返していくといいわよ。まあなんとかやってみるよ。意外と朝はすっきり起きれるし、心なしか夢見もいいのよ。毎日楽しい夢が見えるならいいんだけどね。ちなみに好きな夢が見れるガジェットはあるわよ。あるの？古くはタカラトミーが2004年に出している夢に工房だったり、アプリと連携させるアイバンドプラスとかあるわ。いつ見てもこのクラファンの金額には震えるわね。効果あるのかしら。これ科学的な根拠とかそういうのは。それって重要？ダメだこいつ。最後に睡眠において最も重要で大事なことを教えるわ。寝る前に愛する人におやすみって言ってもらって、目が覚めたらおはようって言ってもらうこと。これが一番の質のいい睡眠よ。そのサービスいくらですか？人によっては無料よ。在庫はありますか？そこにあるならあるし、ないならないですね。体操公文やめい。何にせよ人生において睡眠が占める割合はあまりにも高いのは事実なんだから、ちょっとは睡眠に気を使ってあげるのもいいと思うよ。はーい。おやすみ。おやすみなさい。